N ズ家庭菜園の中村です。本日は10月の29日です。で、今畑の方にやってきまして、今日はレイズドベッドの方の撮影をしたいと思います。特にですね、今家内は向こうの方でケールを集めたりいろいろしていますけど、この頃うちの娘がですね、意外となぜがんになるのかとか、なぜ健康が悪くなるのかっていうのを気にし始めました。それはですね、孫ができて、その子供のために食べさせるものをどうしたらいいだろうかっていうのを考えていくうちに、そういうところに行き着いたようです。で、私たちの答えとしては、自分で調べたらっていうことを言いました。で、子供が調べ始めるとですね、それは食品添加物の害が非常に多いっていうことを感じたみたいです。で、今はもう一生懸命ね、食品添加物のないものをっていうことで、いろいろ調べながら、彼女なりにいろいろしています。まあ私たちも、10年以上前なんですけど、そういうことを思って、食品添加物の少ない、食べ物にしていこうっていうことで、家庭菜園を始めたり、いろんなことをし始めました。10年前はまだアメリカに住んでいたんですけど、アメリカに私たちは15年ぐらい住んでましたね。で、その間にもやっぱりアメリカ人の人たちは、そういう食品添加物の害とか、特にですね、農薬の害っていうことをものすごく気にしていました。日本で、当然、どう言ったらいいかな、ホームセンターなんかで売られているラウンドアップ、ああいうものはアメリカでは販売することができません。名前を変えて販売してるかもしれないんですけど、一時期ね、それがすごく問題になりまして、ラウンドアップは使わないっていう方向になっていったようです。そして、私たちが住んでいたシアトルの近くのベルビューっていう町なんですけど、その町は町を挙げて、そういう廃棄物ですね、分別ゴミっていうことをものすごく気をつけて、特に生ゴミを堆肥化するっていう、堆肥にするっていうことを一生懸命やっていました。で、それで、町全体に緑を増やそうっていう働きがあったんですね。私たちはそれにものすごく賛同していたんですけど、今私たちがやっているこの自然農法でやる、家庭菜園もそうなんですね。で、今日は特に、レイズドベッドだけを移していくんですけど、レイズドベッドは自分の家で手軽に、できる、箱庭みたいなもので、それを皆さんが、世界中の人たちがそういうレイズドベッドみたいなことをやれば、食料危機もなくなるとか、いろんなことを言われています。ですけど、それは、私たちはつい買い物に行って、農産物を買うっていうことが普通になっていますので、それは難しいと思いますね。こういうレイズドベッドをやっても、収穫に、日数がかかります。私たちがやっているレイズドベッドではだいたい2ヶ月ぐらいで収穫ができるようなものをやっていますけど、それでも2ヶ月かかります。で、果樹なんかは5年とか10年かかるものもあります。昔から桃栗3年、柿8年って言いますけど、同じように、そういう実があるものに対しては非常に時間がかかりますね。私たちもそれを挑戦しているんですけど、なかなかいい実ができてくるまでには時間がかかるようです。ですから私たちはまずできることから少しずつやるっていうことで今行っていますので、それを撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。前回もこのところでレイズドベッドを移したんですけど、まだ人参の成長は良くないようです。ここのとこに五寸人参っていうのを巻いてあるんですけど、パラパラと芽が出始めているっていうのが実際ですね。これが第1番目のレイズドベッドで、時なし五寸人参っていうのをこのところでやっています。また、らっきょうがこんな感じで今、いくつか、8個かな、植えてありますけど、こんな感じで今、育っていますね。で、第2番目のレイズドベッドなんですけど、第2番目のレイズドベッドは、こんな感じで、今、株系がものすごくよく育っています。これですね。
2つでの向こうに3つぐらい大きなのがありますよね。面白い。もうすぐ寝取れるぐらい転んでる取ってくださいみたいな感じね。ね、そっちもそうじゃない？うわ大好きよ。面白いね。ね、美味しいよね、カブは。そうで葉っぱも使う。うん。何も無駄なことはない。うわー、すごいすごい。3つ。あ、まだこっちにもあるよ。あ、どうしようこれ。ちょっこんなにとたくさん取れすぎちゃってどうしようかなっていうところだね。でも取れなかんね。ね、これぐらいになったら取った方がいいよね。誰かにあげようか。いい感じでね、取れてますよね。ね。うん。カブはね、ちょっとね、味噌汁に入れても美味しいし、いろいろ使いようがあるよね。ねわー、5個かな。うん。ね、5個。それでまだこっちの方にちっちゃい、カブもありますよこね。れんトマト見えるよ。まあ、雑草はあんまり取ってないから、いろんなものが生えてきますよね雑草わか。るけれど、トマトもしかしたらもう一つの株ある。あるかもしれんね。こっちの株もすごいじゃない。そう、取れなかんけれど。これなんていうのだったっけ？これはダイソーで買ったサラダ株絹小町っていうのですね。で、これも今収穫が少しできるようですので、ちょこっと、ね、この後収穫しますね。で、私たちはこの間西洋ブダン普段草って言っとったんだけど、洋風って言っとったんだけど、これは西洋普段草スイスチャードですよね、要は。どうですか？こっちはちっちゃい株だよね。間違えて取ったけれど、小さい。でも大きいやつもあるよ。これぐらいだったらいいね。ね。2つなんかちょろんちょろんってある。そう、葉っぱはみんな、マイクログリーンズ作るつもりで。いいね、いいね。でも別に。まあ、間引くような感じで大きいのだけ取るようにしたらいいよね。だいぶ大きくなってるやつも。それ大きいね。そうそうそう。いいんじゃないですか？でも見て。ちっちゃいのを取っちゃったっていう感じ。そうそう、2つのでもまあ、葉っぱも使うから大丈夫。美味しそうだね。ねえ、葉っぱも。だから20日大根っていうのは基本的に20日間ぐらいできるんですけど、これは1ヶ月から1ヶ月ちょっとぐらいかな。ちょうどいいぐらいのサイズだと思いますね。レイズドベッドに私たちは基本的に、栄養分になるようなものはほとんど入れてないんですけど、それでも十分、取れてますね。まあコンポストの堆肥ぐらいかな。苦労してますね。やっぱり小さいのも一緒に取れちゃう。間引いてるっていう感じだね。いいね、いいね。じゃあ他の人にも少しあげよう。で、この普段草はどうします？今日少し取りますか？それとももうちょっと取る？そうそうそう。じゃあスイスチャードをこの後取ります。で、ここにスイスチャードと、サニーレタスがありますね。そう、サニーレタスは間引きするつもりで。でもすごいね。私何でもかんでものビニール袋をしまって。今日はアマゾンのビニール袋を使ったりいろいろしてますね。なんで新しいの買わなかん。ね、こうやって根っこから取らずにもう葉っぱだけを取るとその後からまた出てくるっていうことで、私たちは葉っぱだけを摘むようにしていますね。で、これはスムージーに入れたりいろいろできますから、サラダでも美味しいし、本当は炒めることもできるけれど、そんな暇ない。あんまり炒めたりはしてませんか？これは何でしょう。これは雑草？雑草ではないね。ではないね。食べられてるから。多分スイスチャードの白い方か。虫は小さい葉っぱが好きみたい。
こんな雑草。雑草はどこでもある。ね、スイスチャードもいい感じだよね。ね、でこんなような感じで、雑草もちょっと取ったりしながら、今私たちはレイズドベッドをしています。でこの後、何だったっけ、このサニーレタスを少し家内が取る予定です。また第3番目のレイズドベッドではこのような感じで赤い、食用ビーツ、レッドイットビーっていうこの真っ赤なビーツっていうことで、ここでもビーツをやっています。株系のものですね。こんな感じで、赤い茎が少しずつ出てきています。でこの後ろでは寒縮みほうれん草っていうことで、ほうれん草もこんな感じで育っています。いい雰囲気でできてきてますよね。ここに行けない。まだ取れそうですか？少しだけ。あんまり取りすぎると、ね死んじゃうからいけない。このような形で1週間に1回ぐらいのペースで私たちは収穫するようにしていますけど、後ろの株ももう大きいのない？もういっぱいあるよ。株がありすぎてっていう感じだな。いいか。じゃあこの後あれですね、サニーレタスの方を少し取っていってください。今サニーレタスの収穫をしています。間引きのつもりでもっと大きくなるやつにできるようにちょっとちょこちっちゃいやつをマイクログリーンみたいな感じで取っていくっていうことかな。でもマイクログリーンに過ぎちゃったと思う。もう十分成長してるよね。そうだからちょっとの間に取って、もっと大きく。どうせ私レタス買わないから、食べちゃうよ。サラダ、毎日サラダを食べてるから。そうね。だから、別に八百屋さんで買ったりとかスーパーで買ったりっていうのがほとんどなくて、十分取れてるからいいよね。自給自足って言います。で美味しいね。もうこれ代わりにたまにスーパー行って買って満足感はない味は違うから。そうですか。そうだから自分で育ったものだし、農薬も何にも使ってないことが実際に分かってるから、それでいいっていう感じだよね。本当に、十分、農薬もあげずに肥料もあげずにこんなように育ちますから、私たちとしては喜んでいるところです。じゃあ今日の撮影はこんな感じで終わっていきたいと思います。